皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストのりゅうです。お元気ですか？この日本語のリスニング練習シリーズでは、私が日々思っていることや日常生活について話しています。ぜひ日本語のリスニングの練習にお役立てください。ということで、今日も楽しく日本語を勉強していきましょう。最近私は仕事を辞めました。まだいろいろな手続きをしないといけないんですが、もう職場に行くことはありません。私はもともと事務の仕事をしていました。パソコンの前に座っていろいろな事務的な仕事をしていたんですね。この仕事を始めて数ヶ月で辞めてしまったんですが、私が仕事を辞めたのにはいくつか理由があります。まず一つ目は、なかなか仕事を覚えることができなかったということです。私が働いていた部署では5人ぐらいの部署でいろいろな仕事をしていたんですね。それで結構仕事量が多くて、先輩や上司はいつも忙しそうにしていました。ほとんど毎日残業もしていました。皆さん本当にいろいろ教えてくれたんですが、私がなかなか仕事を覚えられず、ミスをしたりなどして、結構皆さんに迷惑をかけてしまったんですね。働いていた部署は大量に仕事があって、それを少ない人数でこなしていたので、私をサポートする余裕もなかったんですよね。それですごくみんなの足を引っ張ってしまっている気持ちになって、それがちょっと辛くて仕事を辞めてしまいました。さらに仕事を始めて一気に心のエネルギーがなくなってしまったのも仕事を辞めた理由です。もともと私にはいろんな趣味がありました。体を動かすことやランニング、料理や家事をすることも、外国語を勉強するのも好きです。仕事を開始したばかりの頃は、これらの趣味を楽しめていましたが、だんだんエネルギーがなくなって趣味もできなくなってしまったんですね。ただ家に帰って冷蔵庫にあるものを食べて寝るだけの生活をしていました。そこでふと気づいたんですね。生きるために働いているのではなく、働くために生きているなと気づいてしまったんです。生きることではなく、仕事のことしか考えられなくなってしまっていたんですね。家族と話す時間も減り、趣味に費やす時間も減っていました。このままではいけないと思って仕事を辞めました。仕事を辞めると不思議なことに一気にエネルギーが湧いてきて、いろいろなことをしたいと思えるようになりました。ランニングも料理も家事も勉強もしたいという気持ちを思い出したんです。仕事をしないと生きるために必要なお金を稼げなくなるので、それはとても大変なことです。でも、生きるために働いているということを忘れてはいけないなと思いました。自分の生活や大切な人との時間を大切にすることが大事だと気づかされました。皆さんは今仕事や勉強など頑張っていることがありますか？その仕事や勉強は誰のためにしていますか？自分のためですか？家族のためですか？それとも他の人のためですか？それがわからなくなると一気にモチベーションがなくなりますよね。私もそれが原因で仕事を辞めてしまいました。今はオンライン上でできる仕事を探しています。私の地元が九州で、今は別の場所に住んでいるのですが、オンラインで仕事ができれば、場所を選ばず家族に会いに行けるからです。忙しく仕事をしていると、大切な人と過ごす時間を忘れてしまうんですよね。それが私にとって辛いことだと気づかされました。ということで、今の私にはいろいろやりたいことがあります。まずは趣味を充実させることです。
先ほども話しましたが、まず運動をしたいです。小さい頃から走るのが好きで、よく走っていました。走った後の爽快感が好きなんですよね。走っている時は、すごく苦しいんですよ。息も切れて息苦しいし、体中が痛くなるんですが、走り終わった後の達成感が好きなんですよね。仕事をしている時は、全く走る気が起きなくて、汗をかくのも嫌だったんですが、仕事を辞めてまたランニングしたいなと思えるようになりました。あとは健康的な食事をしたいです。仕事で忙しくて、買い物や料理をする時間があまりなかったんですね。私はスーパーへ買い物に行って、食材を選んで料理するのがすごく好きなんです。難しい料理は作れませんが、野菜や肉などいろいろな食材を味わうのが好きです。働いている頃は、買い物も料理もできず不健康な食事もしていました。そのせいかすごく痩せてしまいました。食欲もなくて食べることができなかったからです。これからは自分で料理をして健康的な食事をとろうと思っています。三つ目にやっていきたいことは、外国語の勉強をすることです。今私は英語とドイツ語を勉強しています。昔韓国語を勉強していたこともあります。私が住んでいる地域にはスペイン語を話す人も多いので、身近な外国語をこれからも勉強していきたいです。皆さんは何語を話しますか？いろいろな言語を学ぶのはすごく楽しいですよね。知らなかった世界を知れるのがとても楽しいです。だから外国語を勉強して視野を広げていきたいです。四つ目にやりたいことは YouTube 活動を充実させることです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。高評価やチャンネル登録をしてくれてとても嬉しく思っています。動画編集スキルはまだ未熟ですが、日本語学習に役立つ動画を投稿していきたいです。今はスマホと古いパソコンで動画を作っています。音質が良くないこともあるので、性能の良いパソコンやマイクを買いたいです。そしてより質の高い動画をお届けできるようにしたいです。そして私がこれからやりたいことの5つ目は、もっと多くの時間を家族と過ごすということです。最近私の祖父母が亡くなり、もっと元気なうちに会えなかったかなと思うようになりました。実は今私の両親も体調が良くなくて、いつまで元気でいられるかわからない状態です。子供の頃完璧だと思っていた両親が、だんだんと年を重ねていく姿を見て、人間はみんな老いるし、いつかは死んでしまうんだな、と実感しています。だからこそ、もっと自分の家族や大切な人との時間を大切にしていきたいと思っています。仕事を辞めるときに九州に住んでいる姉に会いに行ったんですね。なぜわざわざ九州へ行ったかというと、物理的に職場から離れた場所に行くことで辞める覚悟を決めるためです。バカバカしいかもしれませんが、九州に戻ったおかげで無事に仕事を辞められました。その時は姉にしか会っていないのですが、すごくいろいろ励ましてくれて、仕事以外の居場所を思い出せた感覚になりました。仕事があまりにも忙しくて、自分に家族がいることを忘れてしまっていたんですね。だからこれからは、家族や友達との時間をもっと大切にしていきたいと思っています。やりたいこと6つ目は、もっと自分と対話をする時間を作るということです。今動画を撮っているのは夜なんですけど、日本で綺麗に満月が見えています。久しぶりにこんなにゆっくり月を見ました。仕事をしているときは
忙しすぎて星空やお月様を見る時間なんてなかったんですよね。もし見たとしてもこんなに澄んだ気持ちで見られなかったと思います。仕事のストレスでゆっくりする時間がなかったんですよね。今お月様を見ていて本当に綺麗だなと思います。いつぶりでしょうね、こんなにじっくりと月を眺めたのは。多分小学生ぶりだと思います。小学生の頃、月の動きを観察する宿題が出たんですよね。理科の授業で宇宙や天体のことを勉強していて、月の動きを観察する宿題が出たんです。でも月の動きを観察するのは難しいですよね。だから当時住んでいた家の近くの空き地に座って電柱を目印にして1時間ごとくらいに月の場所を記録していました。多分その時ぶりですね。こんなにゆっくり月を見るのは。今日撮った月の写真を皆さんに見せたいのですが、スマホで撮ったのですごく画質が悪いです。でもこんな感じです。すごく明るく月が光っています。肉眼で見ると月の模様も見えるんですよね。皆さんが住んでいる場所からもお月様が見えるでしょうか。すごく当たり前の話ですが、世界中の人が見ている月が全部同じ月というのがなんだかロマンチックというか感慨深いですよね。ということで、もし今夜時間があれば外に出て月を見てみてください。今日も最後までポッドキャストを聞いてくれてありがとうございました。特に何でもない話をずっとしていたのですが、皆さんのリスニングの練習になったらいいなと思います。ということで、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。